参道をかける神馬と的を射抜こうと。馬場集団の天幕の近くの3カ所から見ました。3の場所は最後に行ったので人垣で何も見えませんでした。雪氷の旅概要欄のチャプターリストもご活用ください。場所取りに出発。春の日光東照宮で執り行われるやぶさめを見に行きます。私たちは新京近くのホテルから徒歩で向かいました。やぶさめは本来矢を射ることで邪気を払い神に奉納するという意味を持つ神事です。矢が的を射抜く音には魔を払う力があると考えられてきました。日光東照宮のやぶさめは春と秋の2回行われます。春は毎年5月17日、秋は10月16日です。やぶさめは日光東照宮へ続く表参道で行われます。10時に一般の人は入れませんが、拝殿で祭典が行われます。13時から50の塔の前で射手と神馬による報告祭。それが終わると射手と神馬の馬場入りします。そして13時からやぶさめが行われます。正道上人銅像輪王寺前。このまま通り過ぎれば黒門ですが、寄り道してお参りしました。黒門をくぐるとやぶさめが行われる表参道です。馬が走り出すこの地点はまだ人が並んでいません。やぶさめの的はマップの1から3の3カ所。その反対側の黄色いマーカー部分が観覧場所です。的はこのような形です。ここは2番目の的の前。2番目と3番目の的の前は人気で2時間前から並んでいます。観覧の一番前には来賓用の椅子が置いてあります。一般の観覧車はその椅子の後ろに場所取りします。的と的の間はこの時点では場所取りの人はいませんでした。12時半には3番目の的の後ろは場所取りの人でいっぱいでした。私たちは天幕の右側、敵側の一番前で待機しました。こちらに向かってくるのを正面で見られると思ったからです。一番人気の3番目の的あたりはすでに混雑しています。初めてのやぶさめ観覧なのでどの場所が良いのかは分かりませんでした。この場所は正面から見えましたが、ちょっと遠かったです。超望遠レンズをつけた一眼レフ持参の方が多い場所でした。動画も後で見るとわかると思いますが、この距離ではアクションカメラではボケボケでした。やっぱり一番人気の3番目の的の前が良いのだと思います。近くでいるのを見られるのもありますが、やぶさめが終わった後の手や神馬が並ぶのを正面から見られるからです。でも2時間前の12時半ですでにいっぱいだったので3時間前から皆さん並ぶのでしょうか。折りたたみ椅子持参の人がほとんどでした。今いるのはここ。途中までここで見ていました。次に天幕の反対側に移動しました。こちらの方が遠くから走ってくるのが見えました。最後に一番人気の3番目の的の方へ行きましたが、人垣で何も見えませんでした。次は天幕の両サイドの見え方を動画でお見せします。
3番目の的前は人だらけで取れませんでした。天幕の両サイドからの見え方。最初は天幕の右側で見ていました。天幕の位置のすぐ後ろあたりです。次に天幕の左側で見ました。天幕の位置よりも数メートル後方です。右側の方が少し前方だけれど、右側の樹木が邪魔でスタート地点は見えません。右側からの映像です。3番目の的の手前くらいからの様子が見えます。アクションカメラの広角で撮っているので、より遠く小さく見えています。ちゃんとしたビデオカメラならもっと近くきれいに撮れると思います。走り終わった後のお馬さんたちは比較的近くで見えました。天幕の左側の位置からは走り終わった後の様子は見えません。でもやっぱり的の前あたりがベストポジションなのでしょうね。一番人気の場所ということはそういうことだよね。次は天幕の左側。やぶさめは3人くらいの単位で始まり、全員が終わると馬場元へ戻っていきます。天幕付近で見ていた人はそのタイミングで帰ったり他の場所へ移動する人も何人かいました。それで人が減った段階でこちらに移動しました。移動前はこの辺りから見ていました。ここは天幕右側よりも後方になりましたが、スタート地点も見えます。前に人はいますが上り坂になっているので視界は悪くないです。アクションカメラなので綺麗に映ってなくてすみません。撮影目的でなければ双眼鏡で見ると迫力があると思います。最後に人気の3番的前は人でいっぱいだったので近づけず、その少し手前のところから撮影したものです。ロープが張ってあり、これより前へは行けません。このように馬といてが心を合わせるために輪乗りをかけて乗るというのが普通です。一の的を走り込みました。一の的的中。この矢継ぎ早の技というものも大事なことでございます。二の的的中。白と茶色の牛模様の可愛いお馬さんでした。鈴木浩一さん、一の的二の的的中でございます。あとこの位置はアナウンスが比較的クリアに聞こえました。英語のアナウンスもあるのよね。いつか3番敵の前で見てみたいわね。どうやったら来賓席に座れるのかしら。地元の名士だよ。馬頭観音のコスプレしようかしら。武芸で退場させられるよ。今回の天幕近くの3カ所の中ではここが一番かもしれません。でも天幕の位置は毎年微妙に異なるそうです。13時報告祭。
報告祭はこれからやぶさめを執り行うことを神様に正式にお伝えする儀式です。お馬さんたちは馬場を通って五重塔に向かいます。そこで弓矢渡し式急ぎ行事が行われます。御手は神前に礼をし、神馬はお祓いを受けます。関係ないですが、このお土産屋さん岸の奥では湯葉料理を楽しめます。この行列には射手と神明、神職の方のほか、射手の護衛役である追神、神の使いの役割をする稚児、行列の秩序を守る奉行役人、馬と共にいる馬方などたくさんの人が加わります。色とりどりのお稚児さんたちが可愛かったのよね。やぶさめの歴史は古く、6世紀の金明天皇の時代まで遡ります。馬上から3つの的を射させた神事が始まりとされていて、今とほとんど変わらないことがわかります。平安時代には騎射の技術としても発展していきます。平安時代は蹴鞠のイメージしかないわ。その後、鎌倉時代に入り、武士のたしなみ、武芸の鍛錬、神事としての奉納としてやぶさめが制度化されて今の形になりました。この日光東照宮の神馬は日光馬事センターで飼育されています。馬事センターの方も数名見かけました。足元が黒いかっこいいお馬さん。ちょっと国王を思い出したわ。この牛模様の大きなお馬さんが最後のようです。この場所の確保があるため、五重塔前の神事は見に行けませんでした。この参道を登った左側に五重塔があります。五重塔に向かうお馬さんを見送る人々。なかなかの大混雑よね。13時半、馬場に入場。報告祭が終わったお馬さんたちが馬場に入場します。この位置は集まったお馬さんが近くに見られてよかったです。でもこの後、射手の皆さんは馬場の方を向いて整列されるようでした。その様子は見えませんでした。でもお馬さんたちがこちらに顔を向けて並んでいる様子はとても可愛かったです。射手の方が馬から降りて一礼しています。礼って日本らしさの瞬間よね。神に対して神馬に対して、そしておそらく私たち観衆に向けての礼だったと思うのよ。この花井手高橋の玄武源俊介さんは今馬にまたがろうとしている方は御年75歳。25歳の時から50年間やぶさめの務めを果たしてきました。そしてこの日が最後のやぶさめだったんです。私が生まれて初めて見るこのやぶさめ、この方にとっては最後のやぶさめ。なんだか不思議な縁を感じていました。そのこともあってか、テレビ局の方もこの射手さんを撮影していました。やめてしまったという表現になります。本日50年のベテランの方、おそらく75歳でやぶさめ駅を奉仕したというのは、ご維新の時、徳川ご宗家のやぶさめでも訳が原の開墾に従事していた旗本御家人が集った時の60歳代でした。ですから確か
記録で拝見する限りでは72歳の方が最高齢だったと思います。75のお嫁さめ、お嬢での5歳も上げようぎの儀、それから詐欺、ベテランの技を本日は堪能していただけるかもしれません。アナウンスでもこの方の紹介をしていたのですが、音声が悪くて聞き取りにくくてすみません。とにかく過去の記録での最高齢は72歳、この方は75歳。ギネスに載せたいわね。この後この方はやぶさめ一番手で登場します。そして難易度の高いゆっくり走りで的中させます。ゆっくりは難しいの。ゆっくり走る場合は馬の背中が安定せずとても揺れるから、いての体も矢先もかなりぶれるのよ。そんな状態で的中させるには熟練の技が必要なのよ。さすが50年のベテランの技なんだね。逆に馬が速度に乗るほど背の揺れが収まり、矢を放ちやすくなります。なるほどね。でも疾走する馬はそれはそれで迫力があってよいよね。みんな違ってみんないいのよ。この後お馬さんたちはスタート地点馬場元へ向かいました。14時、やぶさめ。予定では13時半からの開始ですが、遅れて14時頃になりました。一番手は75歳、今年やぶさめを引退する方です。あとは撮影した方々を順番に淡々と乗せていきます。全員撮影したと思いますが、最後の方で3番的付近で撮影しようとした時に混雑に巻き込まれてしまったので、撮影が漏れたかもしれません。それからボケ気味の画像で申し訳ありません。ここからは見えないですが、1番手の方が走り出します。テレビ局のカメラもこの方を追っていました。 NHK 栃木さんだったと思います。そのニュース見たかったけれど、多分その頃は帰りの電車の中よね。カメラもう1台来たわよ。懸命のご奉仕でした。
構えられなかった。あ、できた。あ、よかった。Cycle school web summit in Tokyo, riding the whole thing through. He tried very hard, but he missed the second target. 黒いまですごいタイトな感じ。Previous target. So, two athletes, 楽しんでる感じのランランランって感じ。ランランランだねこれ。できません。あ、できた。何度も出てきて、途中で馬が走れなくなりましたけど、そうなんだ。それを無事走らせるのも手の技でございます。手綱引いたもんね。Mr. Wada from Tokyo, はい。the experience of 18 years of this martial art, やだって。riding the horse named Foal. The horse was slow, and the way he dropped it down, so he stopped cantering. So it was not easy to ride the way the horse is to canter. No, I mean trot. So he hit all the three targets. Because the horse was slow, he had enough time to aim. So again, the speed of the horse is important. 何度も出てきて海中でございます。お許しは一水、稽古歴13年で、皆様、お見に立ちかと思いますが、女性の意見でございます。当流は男女差別はありません。区別はあります。ですけども、男性と同じぐらいに技ができれば、場所に出られるという小笠原スクールを増やすために、named Chiochika Ogasawara. His name was Chiochika Ogasawara. 的を射ることはなく走っただけ。走っただけだ。赤ちゃまだ。あ、お子さんが何か下がってる。下がっちゃったThe art in the royal court. 牛さん。一種を海藻に走っております。源的中。このインス号は、伊手のマイケルさんが日々お世話をしている馬でございます。源的中。何度もとして海中のホースでございます。源をとして何度もとして海中のホースでございます。このように馬といてが心を合わせるために輪乗りをかけて乗るというのが普通です。一の的を走り込みました。一の的的中。この矢継ぎ早の技というものも大事なことでございます。二の的的中。
鈴木浩一さん、1の的2の的的中でございます。Not surprised that he missed the third target. He hit the first and second target, but missed the third target. He was supposed to hit all the 3 targets. 一時間いました。1の的的中、まず2回です。2の的的中、司令塔中核のベテランの技です。3の的的中、いよいよ投げの短期に入っております。1時間いました。1の的的中、2の的そのままに速いですね。走り込みました。1の的的中、2の的その掛け声と弓を切って馬上に乗る手を離す。それが難しい技でございます。3の的というこのおさまにおいては3の的は何が何でも当てなければなりません。本日のおさめ14時半開始から30分で終了しました。14時40分退場。表参道を行列がお旅そばで参ります。その時に久能山からこの東照宮にお御霊がお移りなさった時の行列の再現がございます。ぜひお時間のある方は明日もご観覧くださいますと幸いでございます。八乙女装束、頭にかぶりましたのが八重笠、それから縦星をその下にかぶっております。この伊手の家来、縫い袋を持っておりますのは伊手の家来で、戦用の意味がこの中に入っております。着ている甲冑は伊手の甲冑ですから、伊手が着る順番に着装しております。これは銭法甲冑記という着想をしております。これは銭法甲冑書物にも書いております。ですから甲冑に詳しい方は鎧の着方が変ですとおっしゃる方がいます。それでは当たり前です。脱いで伊手が着る順番に来ております。ですからいざ鎌倉という時に備えているわけでございます。行列がいよいよご本社の方に通ってまいります。本年の春のやぶさでも無事収めることができました。秋の10月の16日には春の渡御祭と同じように秋の渡御祭と大祭がございます。また秋にお目にかかれることを期待しております。では皆様ご無事に家に着かれますようにお祈り申し上げます。本年の春季例大祭無事やぶさめ収めることができます。ごきげんよう。また秋にお目にかかりたいと存じます。ありがとうございます。本的な流れかと存じます。ごバス停に至りますと、馬宿から降りて行列としてご本社の方に向かいます。
それをもって本日のやべさめ神事は全てが収められるということになります。皆様もうしたら手の少女、また神の道具、それぞれをご堪能いただきたいと思います。この動画が参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。